どうも、底辺アクアリスト黄昏です。皆さん、とんでもなく前に立ち上げた30センチキューブアヌビアスの森水槽のことは覚えていますでしょうか？忘れてしまった方は概要欄に再生リストを貼っておきますので、そちらも見てやってください。この水槽、最後に投稿したのが去年の8月で、すでに半年以上経過しているわけですが、実はその動画を投稿する前は、アヌビアスの森水槽を紹介する動画は、さらにその2年前で止まっていました。水槽に生態導入した動画は出しているんですが、基本的にその生態にフォーカスを当てていたため、全く水槽の経過について語っておりません。なので、この水槽は実質立ち上げ動画の2回と、半年以上前に投稿したその2年後の動画の3つしかないわけです。それもそのはず、アヌビアスしか入れていないため、これといった変化がなく、立ち上げたはいいものの動画にするネタがなかったんです。最近そういった経過報告が滞っている水槽が溜まってきたので、今回もその流れに乗じて、だいぶ久しぶりにアヌビアスの森水槽について紹介していきます。久しぶりに親の敵ぐらい憎い奴らが登場するので、ぜひ最後まで見てやってください。それでは早速いつものさらっとおさらいから。2021年が3年前ということに気づきたくないんですが、その2021年に立ち上げたこの水槽。当初は普通に有形層を植栽しようと思っていたんですけど、この頃は今よりも優柔不断さが顕著に出ていて、レイアウトを組み上げる最後の最後で路線変更をし、最終的にアヌビアスをモリモリにすることで事なきを得た、最高に行き当たりばったりなレイアウト水槽です。ただ、視聴者さんからも結構評判が良く、割と気に入ってたんですよね。そこにいろんな生態を導入して、動画には登場していたんですが、いかんせんアヌビアスは変化がないため、結局立ち上げてから3回しか動画に登場していません。最後に出た時は、フィルターのメンテナンスをしたところで終わっています。というわけで、その半年前の動画からさらに半年経過した状態をお見せします。こんな感じで結構苔にまみれてて小汚い感じになってしまいました。水草自体は特に問題ないんですが、やはり苔が増えると見た目が悪いですね。あと、エリスロミクロンと花火は複数回のスネール駆除の際に別水槽に分けているのと、単純にこの数年で数が減ったのもあってまばらです。コリドラスに関してはこの時、どこにも受け入れ先がなかったのでそのままいてもらってます。苔まみれにはなっているものの、意外と年単位のスパンで見ていくと、だいぶボリュームが上がってきているのがわかるのではないでしょうか。毎日観察していると変化がなくて退屈な水槽ではあるんですが、こうやって過去の映像を残しておくことで振り返れるのはいいですね。ちなみに半年前にフィルターを掃除してから一切触ってないため、給水パイプのフィルターが黒ひげに覆われてとんでもないことになってます。逆によくこれでちゃんとフィルター稼働してたなぁと思うレベル。そこからさらに1ヶ月経過した状態がこちら。もう1ヶ月程度じゃ違いがわかりませんね。なんかちょこちょこ手前に植栽しているブセファランドラダークエンジェルだったかなんだか名前は忘れたやつが花を探している以外は違いがわかりません。先ほどの映像では右側のつぼみが咲いてて、現在は左側が咲いています。こういうブセの花って1ヶ月スパンとかで咲くんですかね。咲くときは一斉なことが多いんで、たまに疑問に思ってます。まあそこから受粉させてどうこうとかは自分のレベルじゃ難しいんで、ただ単に咲いてるなとしか思わないんですけどね。そしてまたさらに1ヶ月経過した状態がこちら。今回は両方ブセの花が咲いてません。ブセの花は意外と時間経過を表すにはいい指標になるのかもしれないです。それ以外は特に変わったことはありませんね。普段水槽内を撮影するときは水替えしたタイミングとかで極力汚い映像にならないよう心がけてはいるんですが、これを見てみてもこの水槽に対するモチベーションの低さが現れています。
普通に管理は他の水槽と変わりなくしているんですが、撮影に関しては別にネタがあるわけでもないので、そこまで気合入らないんですよね。なぜリセットしていないのかわからないフェーズに突入しております。続いては1ヶ月ではもう変化がないので、2ヶ月後の映像です。一見全く変化がないように思えますが、実は手前にあったウィローモスがここに来て伸び始めています。元はといえばモスなんて入れた覚えはなく、どこかに付着していたものが勝手に活着し、ここまで勢力を拡大しているんですが、これを見るとうかつにモスは入れられないなと思っちゃいますね。こういうスタンダードなウィローモスは特に生命力が強いイメージなので、しっかりと管理しておかないとどこもかしこもウィローモスだらけになりそうです。それ以外はガチで全く何も起きていません。悪いこともなければいいこともない。自分のつまらない人生を見ているようで心なしか胸がキュンとなりますね。そんな感じで経過を見ていったんですが、前回の動画からほぼ1年経過しても動画にするほどの変化がないため、そこから一気に4ヶ月経過させます。それがこちら。なんか一層汚くなったなという感想は出てきますが、もう一つ変化がありますよね。映像でもわかる通り、なんか小さな点々が無数に壁面にへばりついています。これは皆さんご存知の通り、自分が大嫌いなスネールたちです。この水槽は諸事情があって、スネールを完全に駆逐することができなかった水槽で、90センチ水槽と合わせてずっと手を焼いていたんです。90センチ水槽に関してはすでにリセットしているので、残るスネール汚染水槽はここだけ。あまたの犠牲を払って根絶を目指してきましたが、やはりこれだけしぶといスネールを完全に消し去ることは難しかったです。正直この水槽がある間は、他の水槽にこのスネールが伝播する危険性があるため、おちおち水替えの時にプロホースとかを使い回せないんですよね。そういったストレスが積み重なって、この水槽自体のモチベーションが下がっていたのもあります。というわけで、そんな汚くてスネールがはびこっているこの水槽に、実験的にとある生態を導入してみることにしました。それがこちら、スネールキラースネール。他にもキラースネール、アサシンスネールなどとも呼ばれています。インドネシア、タイ、マレーシア原産の淡水性のエゾバイの仲間で、ラムズホーンなどの小型巻き貝を食べることで有名です。最大体長2センチ、適正水温23から26度、水質は中性から弱アルカリ性、餌は生き餌や人工飼料など様々なものを食べます。基本的には腐肉食性らしく、生体の死骸や残った餌などを好んで食べているようです。見た目はねじれて先が尖った貝殻が特徴的で、柄も縞模様になっているためとても目立ちます。正直これが無尽蔵に繁殖するのであれば耐えられないレベルなんですが、憎いスネールを食べてくれて、繁殖力もそこまで高くないということで許します。このスネールキラースネールは、よくいるスネールのような感じではなく、長く伸びる口吻が特徴的です。この口吻をスネールの中に突っ込んで中身を食べるようですが、実際にどのように捕食するのかは知りません。他の生態が寝静まった夜に活発に活動し、スネールを食べることからアサシンスネールという別名が付けられたのではないかと思ってます。ちなみにスネールキラースネールは基本的にはスネールと変わらないので、特別に何か餌をあげなくても飼育は可能です。おまけに水質適応能力も高く丈夫な種類であるため、大繁殖する類の貝だったら根絶させようと思っても難しいレベルなのではないでしょうか。今回はそんなスネールキラースネールを用いて、実際にこの大繁殖したスネールを食べてくれるのか実験してみようと思います。ただ最初からこの大量にいるスネールを駆逐してくれるとは思っていません。もう他の水槽にスネールはいないのと、実験のためだけにどこからかスネールを調達してくるのも嫌なので、このスネールまみれ水槽を有効活用しようということで、スネールキラースネールのお手並みを拝見していきます。それでは早速この水槽に導入していきます。
おあつらい向きに葉っぱに乗っているスネールがいたため、めちゃくちゃ近い場所に解き放ちます。早速長い口吻を伸ばして動き始めました。やはりスネールを食べてくれるとはいえど、あまりビジュアル的には可愛くありませんね。個人的にはこういう似たような生態はお迎えしたくないんですが、あまりにも強力にスネールを駆除してくれるのなら話は別ということでしぶしぶ導入してます。しかし導入してしばらく様子を観察してみましたが、一向に食べる気配はありません。導入直後はスネールキラースネールも本調子ではないだろうし、長い目で観察していこうということで毎日スネールの死骸がないか確認していました。結果的に数週間経過を観察してみましたが、一匹も食べているところどころかスネールの死骸すら見つかりませんでした。さすがに駆逐できるレベルの量ではないと思っていましたが、ここまで全く効果がないとは思ってもいなかったです。大量にいる分接触する回数も増えて、あわよくば捕食しているところが見られるかと期待していたんですが、見事に裏切ってくれましたね。しかしここまで来ても実際に効果がないかをこの目で見ないと納得できないということで、最後の希望を託し、わざと壁面にスネールキラースネールをセットし、よりどりみどりいるスネールたちをビュッフェ形式で堪能してもらうことにします。まずは1匹目、スルー。2匹目、スルー。3匹目、スルー。全スルーならぬ全スルー。もはやこのキラースネールに何かお願いすることはありません。壁面だから食べられなかったのかもしれませんが、そもそも壁面にへばりついたスネールを食べられないようじゃ、自分の水槽に救うスネールには太刀打ちできないので戦力外通告です。というわけでいかがだったでしょうか。スネール駆除の実験場と化してしまった30センチアヌビアスの森水槽の1年間の状況と、スネールキラースネールの働きぶりを検証する動画でした。まさかこんなにも働かないスネールとは思っていなかったのでがっかりですが、現在はサテライト内の残り餌掃除係としての任を担っています。そこまで増えなくて小さめのスネールなので、小型水槽のタンクメイトくらいにはなるのではないでしょうか。それでもスネールキラースネールという大層の名前は返上してもらいたいですけどね。そんな感じでこの無法地帯になっている水槽の状況もまた動画でお伝えしていくので、気になる方は続報をお待ちください。というわけで今回はここまで。